亀姫のその後。どうする家康に学ぶ日本史。武田軍と戦った家康の気丈な長女。亀姫は戦略家の父徳川家康と気丈な母瀬名築山殿の血を受け継ぎ、夫の奥平信正と武田軍から陥落寸前の長篠城を守り通した。亀姫のその後を詳しく見ていこう。亀姫は1560年永禄3年桶狭間の戦いが起こった年に家康と瀬名築山殿の長女として駿府で生まれている。1572年元亀3年武田信玄が瀬城作戦を開始すると、家康は三方ヶ原の戦いで武田軍に完膚なきまでに打ちのめされた。しかし翌年に信玄が死去すると、家康は反撃を開始して長篠城を取り戻している。東三河の国衆たちは戦いの度ごとに武田氏、北条氏、徳川氏へと支援先を変えていた。そのため家康は東三河の有力な国衆奥平氏を味方に引き入れるためにさまざまな工作をする。そして織田信長の勧めでまだ13歳の亀姫を奥平氏の嫡男信正に嫁がせることに決定する。しかし家康の嫡男信康は奥平氏は単なる国衆で大名の徳川家とは価格が釣り合わないと反対したという。武田勝頼は1万5,000の兵士とともに再び徳川領に迫り、遠江の高天神城を落とすと、奥平信正と亀姫が守る長篠城を包囲した。長篠城の信正と亀姫たちはたった500人の兵士で、兵糧もあとわずかとなった中をなんとか耐え抜いていた。そしてこの時に長篠城を抜け出して家康に助けを呼びに向かったのが36歳の奥平氏の足軽鳥居強右衛門であった。強右衛門が助けを呼びに行っている間、気丈な亀姫は必ず父家康が助けに来てくれると夫や兵士たちを励まし続けたという。家康は援軍の返事を渋る信長に、それなら武田方に願えるとまで言い切って返事を待った。驚いた信長から援軍を送る確約を取り付けた家康は、すぐさま強右衛門を長篠城の仲間に知らせに戻らせている。ところが強右衛門は長篠城の一歩手前で武田軍に捕獲されてしまう。強右衛門は勝頼に援軍が来ないと長篠城に向かって叫べば命は助けてやると約束されて、長篠城の城門の前に立たされた。しかし強右衛門は大声で間もなく援軍が来るぞと叫び続けたのである。すると武田兵は慌てて強右衛門の口を覆うと、強右衛門を逆さ貼り付けにして殺している。この鳥居強右衛門の報告に長篠城の奥平軍は奮い立ち、武田軍は続く設楽ヶ原の戦いで数倍の織田徳川連合軍の前に敗れ去るのである。鳥居強右衛門の子孫はその後家老に抜擢されるなど厚遇され、その子孫は現在にまで続いている。亀姫は織田信長の援軍によって命を救われたのだが、その信長が次には母の瀬名築山殿と兄松平信康の命を奪うのである。家康の権力への執着心と築山殿の激しい気性を引き継いだ亀姫だが、戦国時代の厳しさを経験してますますしたたかで
勝ち気な女性に成長していく。そのため亀姫に叱咤激励された夫奥平信正は、関ヶ原の合戦の後には美濃加納10万石の大名に出世して、亀姫は加納御前とも呼ばれた。亀姫は信正との間に四男一女を設けた。その代わりに亀姫は信正には一人の側室も置くことを許せなかったという。夫の信正と嫡男の家政を続いて失った亀姫は宇都宮へ移って孫の潜伏丸の後見人となって奥平家を支えた。ところが亀姫は長女大久保忠親の嫡男忠常に嫁がせていたが、忠親が本田正信、正純不死との権力争いに敗れて失脚する。さらに1616年元和2年、徳川家康と本田正信が死去すると、本田正純は15万5千石の宇都宮藩主となったために、亀姫は異風となる。娘の嫁ぎ先を改易にされ、宇都宮を追われた気丈で執念深い亀姫は、本田正純へ復讐する機会を虎視眈々と根気強く待ったのである。やがて亀姫の異母弟の二代将軍秀忠は、若い土井利勝を重用して、家康が重用していた本田正純を疎ましく思い始める。1622年元和8年、秀忠は日光東照宮への参拝の帰路に宇都宮城に立ち寄ることを予定する。亀姫は忍びを放って本田正純が将軍共応のために幕府への届け出なしに宇都宮城を改築した情報をつかんだ。そして東照宮への参拝を終えた秀忠に、本田正純が宇都宮城を極秘に改築して秀忠の暗殺を計画しているとの内容の使者を亀姫は送った。姉からの正純の謀反計画を知らされた秀忠は、宇都宮城へは寄らずにそのまま江戸への帰路についている。結局正純は謀反の嫌疑をかけられて奥州へ流罪となり、本田家は取り潰しとなっている。これが世に言う宇都宮城吊り天井事件である。幼い孫たちの後見人を無事務め上げた亀姫は、剃髪後は清徳院と名乗っていたが、1625年寛永2年、加納において66歳で逝去した。